こんにちは。長崎キリシタン機構、ナビゲーターの桃です。今回は平和に思いを馳せながら、浦上の地を巡っていきたいと思います。長崎駅から路面電車に乗って、電停大橋で降り、国道に沿った大橋のたもとまで歩くと、サンタクララ教会跡の記念碑が建てられています。今からおよそ400年前のキリシタン時代、ここに浦上村で唯一の教会がありました。1603年、ポルトガル船の船員たちの寄付によって建てられ、スペイン人宣教師が死没していました。禁教令の煽りを受けて、1619年に建物は破壊されてしまいましたが、その後も浦上の潜伏キリシタンの信仰の支えとなってきました。この教会を守っていた孫右衛門という人物が、宣教師がいなくなった後も、信仰を守っていけるよう、長方や水方、聞き役といった役割の人を置いて、潜伏キリシタンの共同体を作ったのです。孫右衛門は、潜伏キリシタンのリーダーである長方の一代目となりました。また、信徒発見の後、信徒たちはプチジャン神父を自分たちの地域に迎えて、洗礼を受けたり、料理の勉強をしたりしたのですが、そのための秘密教会が浦上村に4カ所作られました。そのうちの一つが、ここに建てられたのです。キリシタン時代から潜伏時代、信徒発見を経て現在まで、とても意義深いところだったということですね。信徒発見から100周年となる1965年3月17日、ローマ教皇パウロ6世の徳島レラ枢機卿によって、こちらの記念碑は祝別されました。サンタクララ教会跡から5分ほど歩くと、ベアトス様の墓が見えてきます。ここは殉教地ですね。キリシタン弾圧の頃、この地に、百姓のジワンの、ジョアン、妻ジワンナとその子ミカエルという一家がいたのですが、キリシタンとして尊敬され、住民から信頼されていたので、役人たちが一家を帰郷させるために水攻めにしたそうです。しかし転ばなかったので、この地で火炙りの刑に処され、殉教したと伝えられています。殉教の年代はわからないのですが、将軍家光の頃ではないかと考えられています。ベアトスとは、カトリックで複写として認定された人のことを言い、ジワンの一家は正式に複写とされたわけではありませんが、そのような人たちとして、潜伏期から尊敬されてきたようですね。この石碑はまた、原爆の被害を物語るものでもあります。この石碑は1936年に建てられたのですが、1945年8月9日、長崎に投下された原子爆弾によって損傷しました。爆心地から北に約700メートルという距離でしたが、倒れることはなく、台座と火がずれるくらいでした。しかし左側面は熱線で黒く焦げています。長崎ではキリシタンを思うのと同時に、原爆のことも歴史的事実として見ていかなければなりませんね。ベアトス様の墓から少し行くと、種毛住宅跡があります。フロイド・種毛というアメリカ人の名前を聞いたことがあるでしょうか？広島長崎への原爆投下に心を痛め、住まいを失った人々の家を建てる活動をした人です。原爆投下はナチスドイツのユダヤ人虐殺にも匹敵する蛮行であると、トルーマン大統領に、抗議の電報を打った種毛博士は、一口1ドルの寄付を募り、米国各地を回りました。そして広島長崎に種毛ハウスを建てたのです。こうした活動で、種毛はノーベル平和賞に3度も候補となりました。現在種毛ハウスは広島に1個残されており、長崎のこちらは種毛アパートに建て替えられています。次の目的地に着きました。長方屋敷跡、女古堂、長井隆記念館です。これら3つは同じところにあります。長方とは、潜伏キリシタンの指導者で、こちらでは孫右衛門が勤めていたのですが、ここに孫右衛門の家があったのです。孫右衛門の子孫である緑さんと、長井隆が結婚しました。その後、原爆投下で緑さんが亡くなり、長井隆も放射能の影響で闘病生活を余儀なくされました。長井隆夫妻のことは他の動画でも触れていますので、よかったらそちらもご覧ください。長井隆は医師として自分の体に起こることをつぶさに調べ、研究することで、放射線医学の先駆けとなりました。また、病のとこでも筆を取り、平和を希求する著述を行いました。代表作は長崎の鐘。長井隆が闘病の中で著述活動を行い、また亡くなったのが女古堂です。
己のごとく人を愛せよという意味で、永井隆が作った言葉女子愛人にちなんで付けられました。女子堂は、永井隆記念館の手前にそのまま残されていて、いつでも見ることができます。永井隆記念館も時間をかけて見学したいですね。永井隆の遺品や書籍、平和をと書いて各国の人に送った書などが展示されています。記念館を後にして、ほんの2分ほど歩くと、聖フランシスコ・ザベリオ堂跡があります。こちらも4つの秘密教会の一つですね。大浦天主堂からプチジャン神父に巡回してもらい、潜伏時代に学べなかったことを習得したりしていたのですが、1867年7月15日、役人たちが、突如押し入ってきて、泊まっていた森山仁三郎や松田喜助を捕らえていきました。そして桜町牢に打ち込みました。このことが3304名を流灰にするという、浦上4番崩れへと繋がりました。それでは本日のハイライト、浦上天主堂へと参りましょう。潜伏期、摘発、浦上4番崩れによるソウル灰を経て、信徒たちがようやく建てた聖堂です。考察撤去により流灰地から帰ってきた信徒たちは、何より聖堂を求めました。1880年、信徒は約5000人ほどでしたが、旧庄や屋敷が売りに出されました。ここは約250年7世代にわたり、浦上村でキリシタンを取り締まり、信徒たちが絵踏みをさせられていたところでした。ここを買い取って聖堂を建て、主を踏みつけたことの許しを祈るのが、一番適切なことだろうと、当時の主任司祭プワリエ神父と信徒たちは相談して買うことに決めました。信徒たちは旅から帰ってきてまだ間もなく、経済的に困難だったので、庄や屋敷を買い取るのがやっとで、屋敷を改修し、仮聖堂として用いました。本聖堂ができたのは、1915年。1895年から建造開始しましたが、資金難で工事が進まず、1914年に未完成のまま建造式が行われました。その後も整備が続けられ、起工から30年となる1925年、正面相当にフランス製のアンジェラスの鐘が付けられました。石とレンガ造りのロマネスク様式では東洋一の大聖堂が完成し、浦上キリシタンの苦難と信仰を物語る象徴となったのです。しかし、1945年、原爆によって全て倒壊しました。浦上天主堂は爆心地から500メートルしか離れておらず、一瞬のうちに爆風で全壊したのです。浦上一帯は焼け野原となり、当時の浦上教区信徒約1万2000人のうち約8500人が命を失うこととなりました。私たちが目にしているのは、1959年に新しく建てられた天主堂です。資金不足の中、音響装置、窓ガラス、天井、壁面などが順次整えられていきました。そして教皇来日を前にした1980年、外壁にレンガタイルを貼り付け、外国製の5色のステンドグラスを用いたバラ窓にするなどして、現在の姿に完成しました。原爆の遺構も残して、過去を忘れずに今があることを覚える設計になっていることも、よく考えられているものだと思います。創建時のアンジェラスの鐘は、爆風によって左片方は飛ばされましたが、右片方は奇跡的に残り、今も昔と変わらない音色を力強く響かせています。また、被爆したマリア像の頭部を安置する被爆マリア聖堂が2006年に完成。静かな堂内は平和を祈るのにふさわしい場所です。聖堂の周りを歩いてみましょうか。こちらは新都ソウル杯から50周年を記念して建てられた記念碑信仰の礎です。こちらの石は、拷問石。この上に信徒を座らせて拷問したということです。こちらはルドビコ茨城像。ピコピコ様ですね。信徒会館1階が原爆遺物展示室になっているので、こちらも見学していきましょう。2020年に展示がリニューアルされました。それでは次の目的地へと向かいましょうか。平和公園に行きたいと思います。着きました。浦上天主堂からだと5分ほどですね。北村聖望の平和記念像は、聖堂で作られ、台座と合わせると高さは13メートル。この巨大な像は、原爆投下から10年となる1955年8月に完成しました。こちらは長崎刑務所跡の遺構です。ここに刑務所があったんですね。
収容されていた81名と職員など、計134名の命が失われたということです。亡くなった人の中には、中国や韓国の人も含まれていました。平和公園から道を渡って、爆心地公園へと来ました。この黒い柱は落下中心地碑。この上空500メートルのところで原子爆弾は破裂しました。死傷者は約15万人。今も、原爆による後遺症に悩む人がいるということです。公園内には、旧浦上天主堂の遺構が残されています。柱の上に立つ聖像が天に向かって祈りを捧げているように見えます。平和公園の一角を川べりの方に降りていくと、被爆当時の地層を見ることができます。ガラス越しに、保存された地層に目を凝らすと、レンガの残骸の中に、生活雑貨が混じっているのが見えます。普通の生活を送っている時に、原爆が襲ってきた様子が感じられます。では原爆資料館に行きましょう。入り口前に朝鮮人原爆犠牲者への追悼碑がありますね。様々な理由で在留していた外国人も犠牲になりました。こちらの資料館で学べることは、戦争の参加とそれを行った人間の愚かさだと思いますが、それを癒そうとする心の力も忘れないでいたいです。館内は撮影禁止で、それぞれ自由に見学するのがいいと思うので、ここで解散としますね。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。